先ほど作った OPL が表示されましたね。オープンプレステ2ローダーが起動しました。皆様、こんにちは、キズナあかりです。今回は、ジャンクプレステ2を改造して、ハードディスク起動してみます。プレステ2は、名作ソフトがたくさんありますが、DVD ドライブうるさいし、耐久性は心配だし、何より、ディスクの出し入れは面倒ですよね。ちょっと小細工すると、ハードディスクからゲームを起動できて、ロードも短い。いいことずくめです。説明を始める前に注意です。この動画は、私が実際に試した結果を使用して、再現動画にしています。いろいろ試行錯誤した後に手順を整理して動画にしたので、もしかしたら不備があるかもしれませんが、知識ある方はコメント等で補足いただけると幸いです。やってみる方は自己責任でお願いしますね。プレステ2はジャンクや中古で売っているのでそれを手に入れるといいでしょう。まずは本体。ハードオフで330円で売っていました。今回使用する型番は SCPH5 万。厚型の最終形ですね。他の型番でもいけるかもですが、薄型の7万系以降はダメなのでご注意ください。電源ケーブル。メガネ型です。ハードオフで110から330円といったところですね。コントローラー。これも、ジャンクだと110から330円といったところ。ジャンクはバッチリので、分解清掃とかした方がいいですね。中華通販で1500円くらいの、ワイヤレスが売ってます。ディスプレイ接続。RCA ケーブルなら、ハードオフで110から330円。Amazon でも300円くらいですね。プレイステーション、プレステ2、PS3、PSX 対応、AV、RCA コンポジットケーブル。ソフトは、ハードオフ Amazon メルカリ等で、100円からありますね。これで基本セットは揃いました。一通りつなげて動くことを確認した方がいいかと思います。ミニマム構成ですと、1000円切りますね。また、PC でいろいろするので、Windows 10が動く PC と DVD ドライブ、USB メモリが必要です。次は、改造に使うものです。ハードディスク起動するために、ハードディスクアダプタが必要です。純正も駿河屋とかで売ってますが、私は中華通販で買いました。中華では、IDE という太古のインターフェース対応版と、SATA 対応版両方売ってます。私は、昔のメイン PC で使ってた IDE のハードディスクを流用したかったので IDE 版を買いました。2000円くらいで売ってる SSD を使うのであれば SATA 版が良いと思います。プレステ2で小細工したブートをするためにメモカブートというブート方法をする必要があります。PC でいう USB ブートみたいなものですね。これは自前で色々すると作れるみたいなのですが、私はうまくいかなかったのでお金で解決しました。Amazon で1000円くらいで売ってます。PC を使ってフォーマットファイル転送を行うので変換アダプタが必要です。Amazon で1500円くらいでした。RCA の黄色いケーブルをつなげるテレビを持っていない人は HDMI の変換アダプタも中華通販で売ってます。500円足す送料くらいですね。RCA から HDMI に変換するコンバータも売ってますし、ビデオキャプチャを使って出力してもいいかもですね。私はビデオキャプチャを使って PC 用のモニタにウィンドウ出力しています。アクションゲームやらないのでラグはあまり気になりません。まとめ。合計は合計5000円。本体より高いのがジャンクあるあるですね。必要なソフトをこれから言います。ググってたどれば手に入ると思います。プレステ2ホーム .com というサイトに大体あるのですが、今はサイトが重いみたいです。Google 先生の力を駆使して入手しましょう。WinHIIT V1.76 プレステ2のハードディスクをフォーマットしたり、ファイルをコピーするユーティリティです。FMCB プレステ2をメモカやハードディスクから起動するローダーです。オープンプレステ2ローダー。プレステ2のゲームを DVD ドライブではなく、ハードディスクのイメージから起動できるようにするツールです。
OPL2 日本語化ファイル。オープンプレステ2ローダーの日本語化ファイルです。プレステ2のハードディスクは特殊なフォーマットされているみたいで、普通にフォーマットしても使えません。なので WinHIIT というツールでフォーマットとファイル転送を行います。プレステ2ハードディスクをケーブルでつなげて認識されたらディスク管理を起動します。そこでプレステ2ハードディスクは未割り当てである必要があります。未割り当てにするにはボリュームの削除が必要です。くれぐれも削除するハードディスクを間違えないように。変換アダプタにハードディスクをつなげてまずはフォーマット。私はクイックフォーマットで済ましましたが、通常フォーマットの方がいいかもです。そしてファイル転送。テスト用に1から2個転送しておくといいでしょう。プレステ2の DVD は吸い上げ、ソフトで ISO ファイルに変換することができます。プレステ2 ISO とかでやり方は出てきます。私は DVD リクリプターというソフトを使用しました。吸い上げの注意として、ファイル名は SLPS123.45 なんちゃらみたいに命名規約があるみたいです。なくてもいけるかもですが、どこかにそう書いてあったので、私はそうしています。メモリカードから起動するのは FMCB フリーメモリーカードブートと言います。通称メモカブートです。Amazon で買ったメモカを入れて電源入れればできるのですが、これを普段使いすると何かで消しちゃうと怖いので、私はこの情報をハードディスクに設定してハードディスク起動する FHDB フリーハードディスクブートというやり方をしています。FHDB をインストールするための USB メモリを作ります。USB メモリは FAT32 でフォーマットされている必要があります。8GB くらいの安いやつでいいです。そこに FMCB V1.966 インストール 2019-04-13.7Z を解凍したファイルを入れておきます。ついでにオープンプレステ2ローダーと日本語化ファイルを解凍したファイルも入れておきます。いよいよ FMCB を入れてブートします。通常の起動画面とちょっと違うメニューが表示されます。USB メモリをプレステ2に挿してからユーロオンチエルフを起動します。ユーロオンチエルフは勝手アプリの起動とファイラーの機能を持つツールです。丸を押します。USB メモリを意味するマスを選びます。FMCB を解凍したフォルダを選び、FMCB インストーラーポチエルフを実行します。R1 ボタンを押して FHDB のインストールにします。FHDB のインストールを選びます。はいを選びます。インストールに成功しました。今後は FMCB メモカを挿さないでも FMCB モードで起動されます。USB とメモカを抜いて再起動してみました。フリー MC ブート。FHDB で起動しました。ローンチエルフを起動します。ユーロオンチエルフと似たようなものです。USB メモリパスからオープンプレステ2ローダーを起動します。これは1回起動してデフォルトのディレクトリを作るためです。起動したら EXIT を選んで終わらせます。またランチェルフを起動します。ハードディスク HDD に TASOPL というディレクトリができています。
USB メモリバスからオープンプレステ2ローダーをコピーします。メニューは R1 で出てきます。先ほどの DASOPL 配下に DLF ファイルを貼り付けます。同じくメニューは R1 で出てきます。ペーストですね。貼り付けできました。このディレクトリに LNG というディレクトリを作ります。New dir ですね。USB メモリに置いたオープンプレステ2ローダー言語ファイルを2つ先ほどの LNG ディレクトリにコピーします。貼り付けできました。ローンチエルフからオープンプレステ2ローダーを起動してみましょう。セッティングからハードディスクデバイススタートモードをオートに変更します。メニューに戻り、セーブチェンジーズをします。この時、USB メモリを抜いておきましょう。刺さってると、USB メモリに変更内容が保存されちゃうみたいです。その後、ディスプレイセッティングに行って、ランゲージをジャパニーズなんちゃらにします。メニューが日本語表示されたら、またセーブチェンジーズしてください。ここで、×を押してゲームリストに移り、ゲームを選択して丸ボタンを押してください。無事起動しました。最後にメニューからオープンプレステ2ローダーを起動できるようにします。フリー HD ブートコンフィグレーターを起動します。OSDs オプションズを選びます。アイテム欄を選びます。ここが電源入れた時のメニュー画面と対応しています。柄のアイテム6に入れてみます。ネーム欄に表示名を、パス欄にパスを入れます。セーブ CNF to HDD0 を選びます。ハードディスクに設定が保存されます。先ほど作った OPL が表示されましたね。オープンプレステ2ローダーが起動しました。いかがでしたでしょうか。とりあえず、プレステ2をハードディスク起動することができました。FHDB 化したプレステ2は、まだまだいろんなことができます。背景動画のようにカバーアートを作ったりエミュレーターを入れたりとかできたりします。330円のプレステ2でここまで遊べるのはなかなか面白いかと思います。このプレステ2がパワーアップしたらまた続編を投稿してみたいと思います。それではこの動画は終わりになります。皆様またお会いしましょう。